はい、皆さんこんにちは。今日はね、天気予報通り朝から雨が結構降ってます。そしてね、その雨を避けるために昨日高知県の東の方へ走ったり西の方に走ったりね、移動かなりしたんですけども、今日は高知市内に戻ってまいりました。高知市内に戻ってきたといってもね、播磨屋橋や高知城に行くのではなく、やってきたのはこちらでございます。ここ皆さんご存知ですか？知る人ぞ知る結構マイナーな観光地ですね。はい、到着でございます。はい、やってきたのは地球33番地。旧日本測地計による統計133度33分33.333秒、北緯33度33分33.333秒の地点を示す愛称。ただし、現在の正しい測地計である世界測地計による地点の経緯度は少しずれているそうです。あっこですね。あそこが当時の測量では地球33番地とされていた場所のようです。そしてね、現在の高度な測量技術を用いて測量するとですね、この川のモニュメントから少し南東に行ったところにある昭和小学校、この小学校の南東角あたりが本当の地球33番地になるそうです。まあね、当時は GPS がなかったですからね、仕方ないですね。でもね、物理に少し強い方ならお気づきだと思うんですが、地球上にはですね、そんな経緯度がゾロ目になっている場所なんてたくさんあるんじゃないのって思われましたよね。そうなんです。ゾロ目の数字が重なる場所ってたくさんあるんですよ。ところがですね、たくさんあるはずのそのゾロ目の交差点、なんとほとんどは海の上なんですよね。そして陸上にも12箇所存在するんですけども、そのほとんどは行くことが困難な場所。その中で唯一市街地にあって簡単に行くことができるのがこの高知の33番地なんです。本当マイナーな場所なんですけども、なんと世界唯一というすごい場所だったんですね。そして続いてやってきたのはこちらの小学校。小学校といってもね、旧小学校なんですけどね。椎名小学校。肝試しここじゃないの？ここじゃないの？ここやと思う。修行時間が9時から。下校時間が17時って書いてあるね。大丈夫？じゃあ、ここが入り口ですか？はい。お隣名様でいらっしゃはい。矢印の方向に、これ小学校時代に置いてある。AED。高いな。中は丸岸小学校のままなんですね。今1004ってこと？なんかおるで。アンモナイトおるで。やばいやつじゃん。毒が。これは潜ってるよ。めっちゃプラっぽくあるね。赤ちゃん水槽って。これなんか、お、泳いでる泳いでる。うまい。最初だけ。あっちあっち。あそこに泥がいます。
体育館がほら、水の浄水器になってるわけ。伊勢エビがある。はい。こんなとこに。深刻諸島に書いてある。だいぶ場所の気分だよね。ほら、ちゃんと竹島書いてある。あ、黒板曲がってんだよね。曲がっとった湾曲してる。うん。僕らのとこ湾曲してなかった。してないの。うん。これ、この幅あったけど。え幅がなかったんじゃん。幅一緒か。うん。机こんなんや。これやった。このタイプやった。このタイプや壁が今のできる。ここは壁やったな。教室の入り口な。ほら、これ見てん。あ、プロジェクターの中になんか住んでる。うわ。OHP。わあ、OHP や。別に何が食え。食えるの。ちわえ。ちわえ。さあ、ここ背中がこっち行けばここになあ、すげえな。カスザメの赤ちゃん。おー、寄ってくる寄ってくる。こんだけ寄ってくるとなんか気持ち悪いね。ごっつい見てるで。この A はね、この顔に見えてるところは顔じゃなくて口と鼻だと思うんですけどね。目は向こう側についてるはずなのに、僕たちが寄っていくとね、やってくるんですよ。どこで見てるんでしょうね。夏傘を、夏傘な。夏傘やね。20歳になったら飲むんちゃう。みんなで。そうなの。これは理科準備室の感じやね。それでちょっと辛いですね。うん。歯車の実験じゃない。実験これ、音差トゥーンっていうやつ。ここあるやん。これ。電熱器。電熱器。理科の字。雷光小学校の水族館、面白いところでしたね。そして続いてやってきたのはこちら。観光で見に来る人も多いんでしょうかね。ここにはちゃんと大型車両用の駐車場まで完備されていました。車を駐車場に止めてやってきたのは観音浦ステーション。今日走っているのはね、普通の電車ではなくて DMV って鉄道バスですね。時刻表あるで。いや、DMV って書いてある。平日13時30分。右は高速バスって書いてある。でもこれ、徳島駅発。これ何？これどこ？これ何？これ何？ DMV。これじゃない。あれ、13時8分に14時台か。14時17分になんか、
なんか来るんちゃうの？ちょっと上見に行ってみよう。線路は錆びついても列車は来ない止まったままおお、なるほど。ここで線路と道路が切り替わる。でもさ、別にコンクリートがされてるからやっぱこうこうへん。そうなんかな。っていう運休を赤にしてこんなことになったんちゃう。マジかよ。残念。なんと昨日と今日だけ全便運休だそうです。せっかく見に来たのにもう明日まで待つわけにいかないんでね。もうこれはまたの機会にしましょうか。ほら、ここが乗り場や。上まで上がるのめんどくさいから上のホームは使ってないんですね。ということでね、駐車場に帰ってきました。もう腹が減ったのでね、昨日スーパーで買った高知名物帽子パン、ちょっといただいてみたいと思います。完全にメロンパンの上についてるクッキー部分を口につけた感じやね。はい、帽子パン美味しかったです。そしてやってきたのは、ここはもう徳島県にある道の駅ひなの里勝浦。今日はね、ここへ来る道中でもうお風呂も食事も済ませてきてね、ここで仮眠させていただこうと思っております。隣には勝浦町の人形文化交流館という建物がありました。その前にはね、なぜか恐竜の模型が。恐竜の町なんですね。恐竜の化石が出たということでしょうかね。こっちのコザウルスは首を紐でつながれています。犬か。そしてね、ここにはね RV パークがあるんですけど、裏の駐車場の片隅にこんなね壊れたコンセントがついてるだけ。そして翌日の昼です。はい、うまそうな感じに焼けております。ちょっと皿がでかかったね。もう一枚焼くね。そうやな。もうちょっと少なめにしとかんと動いてへんからな。そうやな。はい、切れました。はい、ピザの出来上がり。今日はね、作業日ということで、とある河原の公園で車止めてずーっと作業してます。それでもうお昼ご飯食べに行くのめんどくさいんで、昨日の晩スーパーで美味しそうなピザがあったから買ってたんですね。で、車の中でピザを焼いてお昼ご飯にしたいと思います。じゃあいただきます。もう食べるの？モッツァレラが乗ってたよね。うん。チーズがよく効いてるというか美味しいわ。よく乗ってたもんね、チーズね。この前は高知で4トン制限があったんでね、沈下橋渡れなかったんですけど、ここには立派な沈下橋がありました。ちょっとね、立派すぎてあまり
沈下橋という感じはしないんですけどね。トン数制限もなくてね、大型車も渡っていたので、この車でも渡ってみました。これはね、今徳島道をずっと愛媛の方に向かって走ってるんですけども、これちょっとね、画面ではなかなか分かりづらいんですけど、黒い点々がたくさん何百匹とこの画面の方に向かって飛んできてるの分かります？これね、今蝶の大群の中を走ってるんですね。こう無数の蝶が飛んでてですね、もう何百匹とこのフロントガラスにバンバン当たってきてるんですけど、これカメラで撮って画面で見ると全然映ってないんですよね。この路面、それから路側帯にも蝶の死骸がたくさん溜まってる状態、全くわかんないですよね。すっごい蝶々のね、大群の中を走ってるんですけどね。で、調べてみるとですね、天狗蝶という蝶らしいんですが、時々大量発生をして、こういう道路の上に大群でやってくるそうなんですよ。まあね、フロントガラスに当たる分にはね、全部飛んでいくんで大丈夫なんですけど、これラジエーターの上にどんどん積もっていったらね、オーバーヒートするんじゃないかと思ってね、ちょっと気が気じゃないんですけど、この蝶の大群はね、どこまで続くんでしょうか。こういうね、開けた場所はちょっと少なくなるんですけども、山と山の間に挟まれてね、谷になってるところとかね、すっごい多いですね。こんな蝶だらけ。車を駐車するとボロボロ落ちてきますね。そしてラジエーターの方にも、意外とついてないもんですね。もっとびっしりついたかと思いました。挟まって暴れてるわ。おいおい、静かにしろ。おとなしくしろ。洗濯や買い物を済ませてやってきたのは森と湖畔の公園オートキャンプ場。今日はね、このキャンプ場僕たちの貸し切りのようです。そしてね、さっき到着した時にね、僕たちの車の汚いフロントガラスを見てね、どうしたんっていうことで、いや、蝶々の大群にあったんですって説明したら、こびりつかんうちにあろときということでね、たわしまで貸していただけて、洗い流すことができました。いやー、ほんとありがとうございました。そしてね、キャンプ場も自由に使っていいということなんで、今日はのんびりさせていただこうと思います。というわけでね、僕はこの気持ちのいいキャンプ場の午後のひととき、編集作業を進めていきたいと思います。こういう自然の中で編集作業すると気持ちよく進められますよね。よいしょ。うまそうに焼けてます。入りそうやね。裏返して。ぴったりやん。ほんまや。やったね。今日はね、スペアリブとズッキーニとジャガイモと椎茸。野菜は全部ね、道の駅で地元の農家さんが作ったやつ。すごい美味しそうやったんで、買ってきました。それと、肉はね、スペアリブはスーパーで買いましたけどね。今日は塩と胡椒だけで焼きました。で、あとはバジルの葉っぱを乗せて食べるかな。オリーブオイルとね、塩胡椒と。そんな感じでございます。はい、できました。さあ、そしたらパンをうるさいから止めて、
オーブンも止めて暑いから。うんお皿やね。取り皿がいいよね。取り皿はどんなお皿がいい？これがいいかな。何がいい？このお皿でいい？それでいいかな。と丸っこいお皿しかないもんね。はい。そしたらバジルを振って散りばめて。もうバジルのいい香り。もうバジルめっちゃええ匂いするね。茎が残っちゃうから茎も入れちゃおう。あ、トマトってなかったっけ？あった。トマトも一緒に焼けばよかった。ごめんね。ワイン注いでおきます。これはカリフォルニアワインやね。カルベネソービニオンです。赤が入ると全然違うね。違うね。で、オリーブオイルは一応かかったんよね。かかってない。かかってないの？下に炒めた。下に。あと、はい。肉にしか塩コショウしてない。じゃあ塩コショウねしましょうね。こんなもんかな。はい。はい。それでは乾杯。お疲れ様です。うまいです。いただいてみます？はい。じゃあちょっとじゃがいも。ホクホク。うまっ。しいたけちょっといただいてみようか。はい。しいたけどこ。しいたけこれね、めちゃめちゃ肉厚やからジューシーやと。しいたけうめ。ズッキーニ久しぶりやね。ズッキーニ高いからなかなか。畑作ってる時はね、もう嫌っちゅうほどできるんですよ、ズッキーニって一気に。めちゃめちゃジューシー。ちょっとこれは醤油系が欲しい感じやね。あとこれ肉ちょっとナイフを貸していただけますか？はい、ありがとうございます。フォークナイフで。これはちょっと骨付きやから骨のないところをちょっといただきます。そこにあげたらええじゃん。ちょっと端っこだけちょっと味見やから。さて、いけますね。そしたらいただきたいと思います。今日はね、こんな感じで貸し切りのキャンプ場でキャンプ場ビューでご飯食べてます。ハワイアンを聞きながら。貸し切りやからね、景色がめっちゃいいでしょ。静かやし。道の駅やったらちょっとやっぱり緊張感はあるけど、キャンプ場はそういうのがないからいいね。平日のキャンプ場でいいね。
うん。ああ、そしたら朝の散歩に行ってみましょう。クモの巣が。あ、道に出た。よいしょ。うん。何やら。なんか案内があるけど、何書いてあるかわからへん。これ上野公園って言うとったとこに繋がっとんちゃうかなという気がするけど。ほんまやな。さっきのそっちの道や。でも、尾根伝いに行きよったらすぐもう戻られへんな、これは。だいぶあるで。降りていって、正解ちゃうの。こういうことでした。はい。本日の朝ごはん。今日はね、くるみパンと目玉焼きとサラダ、そしてバナナヨーグルト、それからコーヒーでございます。こんな自然の中で食べる朝ごはんはきっと美味しいですね。はい。それでは、いただきたいと思います。そしてね、昨日編集した動画をアップしにやってきたのはスターバックス丸亀新田店。ここでね、動画をアップした後、香川県にやってきたのでうどん屋やってきました。ちょっとでどこも駐車場が狭いので、こんな感じのとこです。本場さぬきうどん三州製麺。言うまでもなくね、コシがあってすごく美味しいうどんでした。香川にはね、まずいうどんなんて絶対ありませんからね。そしてね、その後、買い物をしたり、温泉に行ったりして移動してたらね、なんともう夕方になってしまいました。たどり着いたのは、道の駅源平の里牟礼。その道の駅に隣接する房崎公園には琴電のレトロ電車のほか、世界的な名石、アジ石を用いたユニークなアートオブジェが多数展示されているそうです。1926年の琴電開業時に作られ、2006年まで80年間現役だったそうです。ああ、そうなん。飲食禁止とか書いてあるから5時まで開いたの。ああ、そうなん。鍵してる。
ほんまやね。あのとこ走っとるやん。府電って路線3つもあるんですね。こいつが走っとったってこと？音声望遠鏡。うわ、聞こえるわ。めっちゃ聞こえるで。風が横に吹いても聞こえるんか。拡散率の問題ですね、音のね。石電話っていうの？そう変なやつおるで。これは何？風を呼ぶ。佐藤幸子。ほんまかいな。風を呼ぶ？これは何よ、これは。これ何やと思う？玉ねぎ？玉ねぎ？ニンニクちゃん。そんなことないな。誕生2。これは何？何やと思う？循環線。感情循環？どういうこと？現代の、アートは、意味がわからんな。これ何やと思う？ケツ？ケツ？は読めません。そっちにあるの？あ、そっち？ゲート。ゲート。セーラー。ケツじゃないらしい。ケツじゃないんか。こういう状態か。そういう状態かと思うよな。瀬戸内の穏やか。穏やかやね、瀬戸内は。あれは、ただ単にひねりもなく熊やと思う。はい。アニマル。そんな大きいくくりですか？これは、隙間や、隙間。よく開いてるんですか？知らん？あ、開いてるわ。これは何？これは関係ないんか？ゴミ箱？あ、ちゃうな。これも、なんか書いてあるわ。意味がわからんな。秋穂たた。どういうこと？これは、あれやね。ようくり抜いたね。中に書いてある。井上純一。これは、井上純一か。これテーブルと椅子も。これもアートな。これは書いてないの？ほんまやな。これ書いてないな。はい。今日は最後の夜。乾杯。スプリングバレフォーチュンラガーとジャパンエールですね。ー。はい。いただいてます。なかなかうまい。これ、496ってどういうこと？まあ、クラフトビールとかで。なんかこんなマークで、味の濃さ、苦味、香り、こっちも書いてあるね。ほんまやね。ほんまや。苦味と味の濃さが逆や。こっちは香りがいい香りして、ちょっと苦味が少ない。飲みやすい。そして、おつまみ、チータラ。チータラ美味しいね。今日はね、四国に来たということで、もうこれしかないでしょう。四国といえば、
ジンギスカン。細かいな。いや、ラム売ってたんですよ、スーパー行ったら。関西にはなかなか置いてないラムが。思わず食いたくなって買ってしまいました。ラム売ってたらもう買うしかないでしょ。これね、ラムね。うまそうでしょ。ラムっすよ。このまましばらく置きます。ということでね、ジンギスカンもできて楽しんでおります。日課ウイスキーとともに、ここはどこでしょうっていう感じやね。北の国ではありません。これはね、実はジンギスカンメインではなくて、うどんがメインということでね。そういうことですよね。そういうことです。うどん県に来ております。その後の讃岐うどん楽しみだね。そうやね。うどんを食べるためにわざわざジンギスカン、そして日課ウイスキーということです。美味しいです。はい。てなわけで今回のメインはこっちです。ジンギスカンはこの出汁を取るためのものなんですね。ですよね。そうです。なんといってもここはうどん県ですから。卵入れる？あ、卵いいね。卵あるのか。2個。あ、なんかパン入れたら殻が一個かじけて中身が。すいません。すごい。宇宙ってと思うんだよ。これ殻がごっついね、硬い。農協の卵。美味しそうや。これすごいね。これ栄養がちゃんとしてる鶏の卵やと思うの。もういいかな。もういいかな。よし。本日のメインディッシュ、これでございます。レスポン出来上がりました。だしを取るのにね、ジンギスカンまでですけどね、取りましたからね、きっと美味しいと思います。はい、できました。うどん県のメインディッシュといえば、うどんでございます。じゃあ、うどん県のメインディッシュ、うどんいただきたいと思います。ジンギスカンで取っただしでいただくうどんでございます。うまっ。うまっ。羊の出汁が。その辺の冷凍うどんとは違いますか？違いますね。違いますか？うん。一応生ではないけど、茹でてパックした讃岐うどん買ってきました。はい。茹でるのはね、ちょっと手間かかるしね、水いるからね、いっぱいね。美味しいでございます。はい、やってきました。白鳥神社。それではお参りしたいと思います。白鳥神社と読むそうですね。大和武尊の魂が白鳥となって舞い降りたという伝説が残る歴史ある神社だそうです。開運厄除け、病気平癒、勝負運のご利益で広く信仰を集めているそうです。今日は風がないから風車も回ってないし、風鈴も鳴らへんし。鳴らんようにしてやろう、これ。花入ってんもん。うるさい。実はね、この神社にやってきたのは登山のためだったんですね。これから三山という山のね、登山に挑みたいと思います。
美山は白鳥神社境内の広大な松原に位置する、なんと標高 3.6 メートルの自然にできた山として日本一低い山とされています。2004年の大型台風で周辺地域が広範囲にわたって床上浸水する中、この松林の一部だけが浸水を免れました。測量したところ、周囲よりわずかに高い標高 3.6 メートルの恐竜地であることが判明し、翌年2005年に地域おこしとして山開きが行われました。傾斜や段差がほぼなく、車椅子やベビーカー、ペットの猫でも登頂可能です。本殿へ向かう参道にもね、こういった登りが建てられていました。そしてこんなのもあるんですね。登山証明書をいただくことができるそうです。その社務所で登山証明書をくださいというと無料で受け取ることができます。ということでね、今渡っているのは鳴門大橋。この橋を渡るとね、もう兵庫県です。今回の旅はね、兵庫県の一番北部で行われたキリン獅子マラソンに参加して、その後高知県まで南下、そして四国の旅を楽しんできました。まあ四国といってもですね、今回は東半分ぐるっと回るような感じになりましたけどね、一応四国4県、高知県、愛媛県、香川県、徳島県、全部ね制覇してきました。四国はねすぐ近くなので、今回行けなかったところとかもねまた行きたいと思っております。橋もねもう真ん中を過ぎたので兵庫県に入っているんだと思いますけどね、県境のサインボードってないんですね。もしかしたらこういった大きな橋には風の影響があるからサインボードを橋の途中にはつけないのかもしれないですね。橋が終わったところらへんにあるかな。あ、これかな。あ、これですね。兵庫県突入です。はい、そして次の大きな橋、明石海峡大橋です。エンジン音を響かせて長い吊り橋ゆっくりと渡れば、そこはいつもの街、大事な場所に帰ってきた。車の中には思い出と少し誇りっぽいハイキングシューズ、道の駅で見つけたお土産とさっき食べた甘いソフトクリーム、ダッシュボードに置いたコンパス、ゆらゆら今日の空を指してる。あの街のあの味を思い出せば、窓を抜ける風がくすぐる。さよならじゃない、また会うために帰るんだ、明日の自分のもとへ。この橋を越えたらすぐそこは新しい地図の始まりさ。今日はどの街へ寄ってみようか。聞き慣れない方言、楽しい街並み、距離も時間も気にしないで気ままなルートを選ぼうかな。次はどんな景色に会えるかな。汚れた地図を広げてみれば、道の先には